じゃあこの出てきた形をここに戻してあげて式を完成させる。ここの部分が共通項なのでこれでくくります。del b del x の z、z-h。これは z それぞれの場所における流速を言ってますね。平均流速を出したいんですけど、あるいは流量を計算するんでもいいです。一番遅いとこと一番速いとこ2つ2で割ったら平均になるんですか？もし2つだけだったらね、値が。めちゃめちゃあるじゃないですか。連続して変化しているものをどうやって平均しましょう。まあ実は術を持ち合わせているんだけれど考えたことがないというか使ったことがないんでしょうね。積分するんですね。この流速分布にある幅を与えて、でそれを全部足し合わせることができれば出てきた水の量になりますよね。UZ っていう流速に DZ っていう Z 方向のちっちゃな要素とこちら側にある幅を与えれば面積になりますよね。そういうことですね。y 方向のある幅と z 方向の幅で、面積を作っておいて面積に速度を与えれば微小な面積を流れた流量になります。y 方向に単位長さだけいったところの流量を出すっていうふうにして幅が確定したらその幅だけかければ全体の流量が出ると。幅1分だけこう流れ出たっていうことにしようと思います。これを0から h まで積分できれば全て足し合わせたことになる。この部分はただの定数なんですよ。だから積分変数はここにしかない。そんなに難しくないでしょ。微分して z 次乗になる関数3乗ですよ。z の3乗なんだけどこれ自体を微分したら3が前に出てくるから3分の1を用意しとけば z 次乗になるな。でこれを0から h までマイナス12入分の 1h3 乗ラウンド p ラウンド x。 あれ0の方は0やからかな。あ、ごめんなさい。ここに0を入れてもどっちも消えちゃうからね。これが、私たちが欲しかった流量と幅 h を関係づける式になってる。この結果をちょっと使う時が来たみたいですね。これを Q とかって置きますか。そうすると Q っていうものはこの単位幅あたりの流量に、流れた幅をかければいいっていうことですよね。B とかにしとこうか。今表面張力で水がこういうふうに盛り上がってる。この部分を流れてる面だと考えて、この B に何か定数を与えて計算してしまうことにしようと思います。6センチぐらいですか。この資料は幅が11センチでここからここまでの高さが 5.2 センチ 1.8 センチ。どう思いますか。表面張力によって水が持ち上がってるから、もしこの辺りもここら辺と同じように流れてるんだとすれば水面までの長さを取っていいと思いますけど、11センチに対してρg の 5.2 センチマイナス 1.8 センチ。私が測ったのはここの水面の高さであって、高さを圧力の単位に変えるには、水の密度と重力加速度が必要です。水の密度は、10の3乗キログラムパー立方メーター。G は、9.8 メーターパーセック次乗。11センチ離れたところに 5.2 センチと 1.8 センチ分の圧が加わってるから、その差でもって流れてるとしてる。μ ですね。水の粘性係数 0.0010 パスカル秒。これで出るんじゃないかしら。立方センチメーターはメーターの単位で揃えておきますので、10のマイナス6乗かければいいかな。6センチだから 0.06。
でここにマイナスが出るのはですね、圧力の勾配がマイナスだからなんですよ。こっちの x 方向に対して、圧力を書いた時にこっち側になってるんですよね。この時流れはどっち向きですか？そうですよね。だからこっち向きなんですよね。流量を正で表そうと思ったらこのマイナスの値にマイナスをかけておかないとなんか変なことになるんですよ。こうなる。h はこれの3乗根を取る。3乗してこの数になる数を10のマイナス5乗。電卓で打つときこのマークを押すんですよ。答え出たね。それ私たちが求めたかった隙間、その隙間を水が流れたわけですよね。それがこれだって言うんですよ。 0.08 ミリ。見た感じどのくらいだと思ったんです？1ミリを4分割か5分割したぐらい。じゃあ4分割したら 0.25 ミリ。0.2 ミリとかは私は妥当だと思いますね。0.08 は小さめに出てる。なんで小さめに出てるのかっていうのが、それを農地工学の課題にしようか。今までの全ての計算と私たちが使った条件を吟味して。難しすぎますよ、それは先生。ちょっとヒントを。いやヒント私知らないからさ私も今から考えるんだけど、小川原君はその表面張力で盛り上がってる部分も流れてると考えていいのかって言いましたよね。あそこはどうなるんだろうね。ここら辺に表面張力でこう盛り上がったとしても、最終的に水はここに出てくるわけじゃんか。だからこの部分は流れてないんじゃない？この水面のこう平均的な高さみたいなものを実は 3.5 だったとするとどうかな、1019ぐらいになるよ。 0.1 ミリか。それにしてもちょっと小さいかな。実験中の厚み、全体の厚みをこうやってノギスで当てて測ってみると 20.6 ミリ。1枚ずつばらしてノギスを当てたやつが 10.15 ぐらいかなと。そうすると2枚分で 20.3 ミリだから、隙間としては 0.3 ミリ。3倍は違っちゃったねどっちの方が有力なんですか？それはこっちじゃないですかね。これがヘルショーの流れって呼ばれているものでしたね。頑張りましたね実験から式を導出してそれに当てはめるところからなかなか面白い実験ができました。皆さんだったらこの実験どんなふうに発展させていきますか？このヘルショーの流れの理論的な部分は、流体力学の本に詳しく載っています。有名なやつだとラムっていう人が書いた流体力学の本がありますね。図書館で見てみてください。近似としてもなんかいい近似だったり悪い近似だったり、もしかしたらなんか考え方が間違ってるってところがあるかも。私は気づいてないですけどね。そこら辺をこう皆さんが指摘するみたいなのを課題にしましょうか。はい、じゃあ終わりです。お疲れ様でした。ありがとうございます。